皆様、こんにちは。本日は、スト2シリーズ4作目のスーパーストリートファイター2について、前作からの変更点などを中心に振り返ってみようと思います。マイナーチェンジじゃなくてリニューアルバージョンだぜ。おなじみの4人も、この時追加されたよ。他に、ゲーム性とは関係ない部分ですが、アーケード基盤のハードウェアがこれまでの CP システム1から CP システム2に変更になったことなども挙げられます。スパ2は CP システム2の第1弾のタイトルだよ。ハードウェア性能も CPU クロックが上がって、処理速度がアップしてるよ。では、前作のターボからの変更点を見ていきましょう。まず、前作で賛否あったゲームスピードですが、今作ではダッシュ並みに低下しました。そして今度はスピードが低下したことによる賛否が起こるのであった。スピード選べないの？選べるようになるのは、次回作の X からだな。X になってもゲーセンによっては選べなくしてある店とかもあったけどな。他の変更点といたしまして、今ご覧いただいている映像の通り、一部ではございますが、キャラクターのテーマステージが新たに描き直されました。船がクルーザーになったね。では、各キャラクターの変更点などを見ていくことにしましょう。前作からの竜の主な変更点は、空中での竜巻旋風脚の軌道が放物線を描くようになりました。ジャンプの上昇中に出せば、さらに高く飛ぶことができるぜ。他に、新技として、ヨガフレームと同じコマンドで、ファイヤー波動拳が出せるようにもなりました。赤い波動拳は、前作までのシリーズを通して、ごく稀に出ることがあったのですが、本作では、正式に出せるようになりました。前作までの赤波動は、プログラマーが遊び心で入れたとか、単なるバグとか、諸説あるみたいだな。威力は通常の波動拳と同じみたいだね。エフェクトの違いだけだな。続きまして、剣の変更点は、竜と同じく、空中での竜巻旋風脚の軌道が変更になりました。また、剣のみの変更点としましては、大小竜拳が3回ヒットするようになり、その際に相手が燃えるエフェクトが追加されました。剣はますます豪快なキャラになったね。竜も剣も、空中竜巻の軌道の変更以外は、エフェクトが派手になっただけで、大きな変更点はなかったはずだぜ。続きまして、チュンリーの主な変更点は、飛行剣が、前作ではヨガフレームコマンドだったのが、ため技に変更され、その際のグラフィックも新たに追加されました。前作の飛行剣はグラフィックが、大パンチの使い回しだったからな。それにしても、スパ2からの飛行剣のモーションはインパクトあるね。他にも、空中でのスピニングバードキックの軌道が変わったことが挙げられますが、こちらに関しては、ほぼ使い道はないと言ってもいいと思います。続きまして、ブランカの変更点は、新技のバックステップローリングが加わりました。バックステップローリングは、後ろへ下がった後、放物線を描いて、相手の頭上へ飛んでいきます。ブランカをやり込んだわけじゃないが、あまり使えない技だったと記憶してるぜ。トリッキーには見えるけどね。他には、前作で追加された、バーチカルローリングの加工中の当たり判定が廃止されました。前作のバーチカルは狂ってたからな。この弱体化は仕方ないが、スパ2でのブランカの対人性能は最下位クラスになってしまってるんだぜ。ジミーちゃん、かわいそす。エドモンド・ホンダの前作からの変更点は特になかったように思うのですが、念のため過去のゲームストで調べたところ、スーパー百貫落としがしゃがみガードでは防げなくなったとの情報が載っていましたので、一応検証をしてみました。これは、防げなくて当然だろ。というか、逆にターボの時は防げたのか？この辺の記憶が曖昧だったのですが、ターボでは防げていたようですね。ターボがおかしいんだよ。空中からの攻撃だからな。話を戻しますと、
前作で対人性能上位クラスのホンダでしたが、他のキャラの調整により、本作での対人性能は、弱くもなく強くもなくといったところになっています。ホンダが弱くなったんじゃなくて、他のキャラが強くなったってことだね。これまで弱体化が繰り返されてきたガイルですが、本作では、モーションのグラフィックが一部変更された以外、前作からの変更点は特にないようです。今回もガイル様も対人性能、安定の上位グループだぜ。完成されすぎてるから、触りようがないのかな。そうかもな。ダルシムの変更点は1点だけございまして、弱のヨナファイアーを当てた時のみ、相手が転ばなくなりました。具体的には、ヨナファイアーは波動拳と違い、当たると、相手が転ぶ仕様なのですが、本作では弱でのヨナファイアーのみ、転ばなくなったため、強パンチなどでの追い打ちができるようになりました。ガイルのソニックブームの追い打ちみたいだね。リーチが長いからダルシムの方が当てやすそうだな。続きまして、ザンギエフの変更点です。本作のザンギエフは、新技を含めて、いくつかの追加要素がございます。まず、スクリュータイルドライバーの空振りモーションが追加されました。すっかり忘れてたけどスパ2からだったな。間抜けな感じが好きだな。新しく追加された必殺技として、フライングパワーボムが追加されました。また、フライングパワーボムと同じコマンドを近接で出した場合、アトミックスープレックスになります。モーションが派手だから、決まると気持ちいいんだな。そして、空中投げも追加されました。追加要素、盛りだくさんだね。だが、しかし、対人キャラ性能、総合でワースト1位なんだぜ。またかよ。どれだけ冷遇されても、ザンギエフファンの心が離れることはないでござる。ここからは、四天王の変更点になります。前作のターボでは、ターンパンチの振り向き値の無敵によって、猛威を振るっていたバイソンですが、本作では、ターンパンチの無敵が廃止されました。代わりに、新たな必殺技の、バッファローヘッドバットが追加されました。バッファローヘッドバットは、出始め無敵時間があるので、起き上がり時のめくり対策や、飛び道具のすり抜けなど、かなり使える技になっています。ターンパンチの振り向き無敵の廃止は仕方ないな。若干、チート性能っぽかったからな。続きまして、バルログの変更点になります。攻撃モーションの使い回しが多かったバルログですが、本作で、かなりの枚数のモーションが追加されました。と申しましても、そのほとんどが通常技になっております。些細なようだけど、このインパクトは大きかったぜ。他には、キックボタン3つ同時押しによる半回転のバク転が追加されました。攻撃用の必殺技といたしましては、スカイハイクローが追加されました。スカイハイクローの使いどころは、今でもわからないぜ。続きまして、サガットの変更点になりますが、バルログと同じく、キャラクターモーションのグラフィックがいくつか追加されました。具体的には、ジャンプパンチなどになります。今回、新しい必殺技などはございませんが、タイガーニークラッシュのモーションが新しくなりました。ニークラッシュは下段からすくい上げるようなモーションになったな。えぐり込むようにして、打つべし、打つべし打つべし。やめんかい。涙橋を逆に渡ろうじゃないか。もうええわ。ベガの変更点は、他の四天王と同じく、モーションが一部追加されました。また、ターボで弱体化されたダブルニープレスなど、若干緩和されたようです。ターボから強くなったというより、弱体化されすぎたので、少し戻したといったところか。今回、新たに加わった必殺技が、デビルリバースになります。デビルリバースだと、
過去に700人殺害し、死刑を13回執行されても生き残った、あの悪魔の化身か？長いわ。しかも、関係ないし。以上、各キャラクターの前作からの主な変更点でした。では、本作で新たに加わったキャラクターを、必殺技などを中心に見ていきましょう。スパ2でのキャミーの必殺技は3つございまして、どれもコマンド入力になっています。スパイラルアローは、突進系の技で、強弱により距離が変わる必殺技です。また、接近戦では、強で出した場合のみ2回ヒットするようになっています。補足として、スパイラルアローは下段攻撃ではないことを覚えておいた方がいいかもしれません。続いて、キャノンスパイクになります。昇竜拳やタイガーアッパーカットのような迎撃技になっています。手際に瞬間無敵時間もあるので、起き上がり時に飛び込まれた時など、使用する機会の多い技になっています。続きまして、アクセルスピンナックルになります。特徴といたしましては、強で出した場合は2回ヒットし、突進時、飛び道具をすり抜けることができます。しかし、使うタイミングが難しいので、使用する機会は多くはないかもしれません。今は何とも思わないけど、その昔、初めてキャミー見たとき、コスチューム見て驚いたわ。慣れって怖いわ。ここからは、T ホークの紹介になります。T ホークは、色々なキャラを合算させたような必殺技の特徴がございまして、今ご覧いただいた必殺技がメキシカン台風になります。コマンドがザンギエフのスクリューと同じですが、吸い込める間合いはスクリューよりも狭くなっています。続きまして、コンドルダイブになります。コンドルダイブは、ジャンプ中、どの高さからでも出せるので、フェイントやトリッキーな攻めも可能になっています。トマホークバスターは、ご覧の通り、昇竜拳やタイガーアッパーカットのような迎撃技になっています。ホークでかいね。キャラ設定では2メートル30センチらしい。フェイロンの紹介になります。フェイロンは、スパ2で追加されたキャラの中で最も操作していて楽しいキャラでした。何年かぶりなので、下手なのはお許しください。登場時、この劣化剣がとにかく楽しくて仕方なかったのを覚えております。最大3回まで繋がるのですが、リズミカルに入力しないと繋がらない仕様なのが、とにかく楽しい技になっています。他の必殺技には支援脚がございまして、飛び込みの迎撃など広く使える技になっております。今回、燃える技多いね。完全にブルース・リーなんだけどな。まあ、リーは鉄拳とかでもパクられてるし、いいんじゃないか。リー言うな、友達でもなんでもないだろ。追加キャラ紹介の最後は DJ になります。DJ はご存知の通りかなり個性的なキャラで、特に必殺技のマシンガンアッパーは未だに使いこなしてるプレイヤーを見たことがありません。ダメコマンドを発動後にパンチを連打とかなり特殊な操作になっているからだと思われます。ただ、連打しなくても使えることと、手際に無敵時間があるため、起き上がり時の迎撃に重宝する技になっています。その他の必殺技には、ダブルローリングソバットがあります。弱で出した場合は、ダブルではなくシングルになるという矛盾もございますが、初動、足元だけ無敵の技になっています。他には、飛び道具としてエアスラッシャーもございます。硬直時間の違いなどがありますが、ガイルのソニックブームと似た技になっています。DJ に限ったことではないけど、キャラクターとして完成されるのは次回作の X なんだよな。X は未だにオンライン対戦できるからね。しかもマッチングできるんだよな。スパ2を語る上で、ほぼ忘れられた存在ではございますが、トーナメントバトルなるものがございました。システムが大掛かりになるなどの色々な諸事情で全く広まらなかったようです。アーケード基板が4枚必要だったらしいな。基板1枚あたり2人なら、
普通の対戦台と同じだね。ウプ主の近所のゲームセンターに設置されていたのですが、そこそこ盛り上がっていたような気がします。それはレアケースなんだぜ。はい、というわけで、本日は1993年、スーパーストリートファイター2を振り返ってみました。2021年現在までに家庭用に発売されたスーパーストリートファイター2はこのようになっています。若干、長尺になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうだぜ。またねー。